はい、皆さんこんにちは。はい、大盛況の世界盆栽大会ね、大変多くの人が入っております。お越しいただきまして誠にありがとうございます。盆栽見ていただいて、大きいのから小さいのから可愛いのからたくさんありますけれども、ここでは商品盆栽と言われる分野、小さいやつですね。だいたい、手のひらに、乗るサイズ、手の中に入るサイズ、だいたい大きさは20センチぐらいですね。こういったものを商品盆栽というふうに呼んでおります。で、大きさ様々なんですけれども、今日は商品盆栽の飾り方と楽しみ方ということで、短い時間ではありますけれども、少しねご説明をさせていただいて楽しんでいただければなと思います。それで飾り方にはいろいろな飾り方バリエーションあろうかと思いますけれども、だいたい今の主流の飾り方、この写真の中に4種類の飾り方の説明がされていますので、この中で今日はですね、一番上の飾り方、それから一番下の飾り方、これをちょっとね簡単にご説明させていただきたいと思います。で、皆さんね、今日ここにお越しになっている方は、盆栽植物がお好きな方ばかりがおられると思いますけれども、最近は動物ペットですね、犬猫、いろいろな動物があると思うんですけども、ペットを飼っておられる方大変多いかと思いますけども、手のひらに、これ口なしなんですけれどもね、手のひらに乗るような小さなかわいい盆栽、商品盆栽、ミニ盆栽、こういったものですね。はい。もっと小さくなりますと豆盆栽というようなね、言葉になりますけれども、これだけ小さいですからね、家を出かけるとき持っていくこともできますね。はい、はい、これは植物ですけれども、植物のペットになりますね。はい。皆さんもね、これから始められる方、ぜひかわいい小さな商品盆栽をペットにしてみていただければなと思います。ではですね、まず一番上、写真の一番上の飾り方をちょっと簡単にね説明させていただきますけれども、ここにあります台みたいなものね、これをここに書いてありますけれども、食とか卓とかという言葉で呼んでおります。はい。展示を見ていただきますと、盆栽をですね、盆栽を展示会ですので飾り付けをして飾ってありますので、机の上とか畳の上とか直に置くということはしません。飾りですからね、展示会ですから。ですからこういった道具を使って飾り付けをします。これは盆栽界では呼び名がわらびという名前で呼んでおります。ここがですね、ここのところがわらびの形に似てるわけですね、ここがね。それでわらびという名前をつけております。はい、でこれは高いところに台があります。高いところにね。ですから山の上の方の景色を表すような感じが
あります。ですから飾った時に、飾り付けをする時に崖の、山の、ね、渓谷の上の方から、高いところから下に流れ落ちてくるような形のものを飾り付けると、山の方の上の方にあるイメージが出てきますね。でこれは剣愛という心拍の木なんですけど、名前は心拍というなりますけども、下に落ちてますから剣愛と、ね崖から下の方に流れ落ちている形の木ですから、呼び名は剣愛というふうになりますね。はい。ですからここに空間、これは間ね、日本人はこの間というものをね非常に大切にしますけれども、空間が生まれてきます。この空間を間、間ですね、間と言いますね。この間がね非常に心をこう和ませてくれるというかね、感じが出てきますのでね。はい。オープンスペース。でこれはまっすぐなね、木になります。こちらは剣愛と言われる木ですけども、これはまっすぐな木で、まっすぐな木を飾ってはいけないということはありません。剣愛の木がなくて、私はこういう木しか持ってませんでしたら、こういう木で飾り付けをしても構いません。しかし高いところに、飾りですから飾って楽しみますから、高いところにまっすぐに伸びているものを飾り付けをしますと、ここの空間とマッチしないんですね。はい、不安定さがありますね。ですからこういうまっすぐに空にねへっと伸びているような大木感のある木は、低いところに飾ってみることによって落ち着きもできますし、不安定さもなくなってきますし、大木感も出てきますね。これはもみじになります。もみじでも普通のもみじではなくて、しだれるもみじ、垂れるもみじ、青いですから青しだれという名前のもみじになりますけれども、この時期新緑で山の上を見ますとね、そういったしだれる木がたくさんあります。こういう雰囲気を出すために、こういう高いところに飾っておいて雰囲気を出していただく、山の風景を身近で感じ取ることができる、こういったのは飾りの楽しみ方ですね。で飾り方ですから、一つではダメということはありません。でも今日は一つ、二つ、写真のようにね3つ、この3つを使った3つの木を使った飾り方を3点飾りというような呼び名をしています。それでここからここまでのところで一席になります。一つの飾りになります。商品盆栽は
3つの飾りあるいは5つの木を飾った飾り7つの木を使った飾りで複合的な複数的な飾りになるのが非常に多いです。この木はこちらに皆さんの方から見ると私の方に木が向かってきてます。ですからここまでの席ですからここでこちらから来た流れ向きを受け止めます。受け止めることによって落ち着きが出てきます。ということで今度は左に向いている木を置くことによって流れを受け止めている、そういうことになりますね。はい、この木が右に向いてます。この木も右に向いてます。はい、そうすると流れがこちらに流れてこれがこちらに流れてます、ね、飾り方ですから木はこういう形ですからダメとは言いませんけれどもやはり見た感じが非常に大事ですからね。飾りですから見た感じが非常に大事ですから一つの石飾りを作る上にですね流れが止まらない、ね、ですからこういう形にするんですね。はい、受けにする。でもこの木の大きさそれからこの木の大きさほとんど同じですね。同じ大きさのものを使いますとこの木の良さこの木の良さが同じような感じになってしまってどちらがメインなのかがなかなか分かりません。どちらかがメインにしたいわけですね。ですから少し大きさの違ったものこれも楓なんですけどねこういった形にします。少し小さいですね。そうするとこの木が大きく見えます。まあ引き立て役みたいな形になりますね。バランスよくなります。でこちらは受けになりますけれどもこういった小さな木卓が2つ今ありますけれどもこちらは高いです。こちらは低いですね。やはり低いところに置きますのであまりここが高いよりは低い方が見た目の良さそれから安定感が出てきますね。それからやはりこういったこの添えこれを添え草下草と言いますけれどもこの空間のところに置いてありますとより見た目の良さここの空間に流れが出てきますね。ですからご自分で持っておられる木盆栽で棚の上培養棚の上では日常の管理をしていただいてこうねこれ実になってます今ねもみじに実がついてます。あるいは板取りにきれいな色がついてます。それから楓がこの時期新緑になってます。こういう時にぜひ家の中で見てみたい。きれいですからね。そういう時に、管理は外で必ず管理をいたしますけれどもきれいだなお客さんが来た友達が来てくれたそういう時にはぜひ家の中にね、ちょっと飾っていただいてお客さんをお迎えするお客さんに見ていただく、心が安らぐと思いますのでねぜひそのようなこと簡単に難しくなくね簡単にやっていただければと思います。私は
盆栽がですねそんなにたくさんない、まだ始めたばかり、 Yeah, in case you have less, only few pieces of bonsai at home, 盆栽が1本しかない。 even one pieces. そしたら1本だけ飾っていただくね、これでもいいですね。はい。 Even one でちょっと身近な庭にあるような草花、こういったものをちょっとねきれいな鉢に入れてやって置いてやれば、先ほどは3つの飾りになりました。でもこういうふうな形で2つでもね楽しむことができま even す。 the two pieces, you can enjoy. まあ簡単なね3つの盆栽を使ったり2つの盆栽を使ったりいうのをやりましたけれども、 Three pieces this way. 今商品盆栽では、飾りを見ていただいた方も大変おられると思いますけれども、こういった卓飾を使って飾られる方が非常に多くなってきました。これをですね商品盆栽協会では商品盆栽会ではこの卓を名前が富士山の富士ですね、富士というふうに呼んでおります。この飾はどちら向きにも使えます。 Both sides is used according to the flow of the bonsai. 一番上天場、一番上が天場、 Open place, open shelf, 真ん中が中段、 中段、上 down shelf, 下、 lower, 一番下下段、下段の上、 bottom of 下段の下 upper で、これは shelf. 階段こうなってますね。ですからこちらに向かって使われた方がいいようにできてます。で持ってられる盆栽がみんなこっち向きね、左に向いている盆栽が多いという場合にはこれをこちら向きにする、どちらにでも使えます。そのようにできてます。これもそうですね。先ほどはこういうふうに使いましたけれども、こういうふうにも使えますからね。で一番上に乗せます。天場、この食の使い方がここに一番強いもの、一番目立たさせやすいものを置くように場所が広いです。で先ほど言いましたようにこれは今度は階段が左に向いてますから、左に向いた飾り方の置き方です。天場の黒松は右に向いてます。ですから飾った時に向き、形がちょっと威圧感がありますね、違和感があります。ですから、皆さんの方から見て左に向いている盆栽を飾ります。これだけ向きが違いますね。右に向いている木、左に向いている木。Left movement. Then put the tree having left movement. なかなかこの7つを使って7つを使った飾り方ですから非常に難しさもありますけれどもね。それでここのところ中段の上になりますから、やはりここも左に流れる木を置くことによってここのところ、ここもね柱になってますから
丸丸丸。ここに置きますと柱壁の方にねもうくっついちゃってます。やはり見た感じがおかしいですね。ですから左に向いた木を置くんですけれども、これ左に向いてます。でもこの中のサイズよりは非常に大きいですね。窮屈です。ですから少し小さめのものがありましたら左に向いているものを飾り付けをしてやると。でここですけれども、ここがやっぱり柱になります。ですからこの中に飾り付けをするような形になります。でここは少し左に向いてます。ですからここも少しこの流れを受け止めるような形のものを飾られると感じはいいですね。で今度はここになります。ここもですね、ここに小さい柱があります。ここにも柱がありますので、やっぱりこの中でですね演出をしなければいけません。ここ階段があります。下がってます。ここも下がってます。下がってることによってここのところにやはり空間間というものが生まれてきますのでね、このやはり空間をですね作ってやると見た感じが見て感じ取れる感じがですねいいんですね。ですからここにも階段になってますから、やや左に向いた柱がありますけどね、やや左に向いた大きさのものを飾り付けてやる。で最後にこの中では最後にここになりますね。でここはここと同じようにだいぶこちら側に比べて広いです。で一番下になりますから安定感のあるものを置かれた方が見た感じがいいですね。これは、ね、最近人気の石化ヒノキという木で相関風の木ですけども、非常にどっしりとした木になりますね。こういったものを置いてやることによって安定感が出てきますね。これも楓ですけども、楓になりますけれども、大きさの比較少し小さいですから全体を見た時の感じがですねちょっと弱々しく見える感じがしますね。それで最近はですねこういった小卓小さな食を使ってですねこういったものを一つ一つよりよくより豪華により格好よく見せるためにですねこういったものを使うようになりました。ね、ちょっとこういった小卓を使うことによって先ほどよりもより豪華によりね自分の持っている盆栽がかっこよく
見えますね。Yeah, to give display more luxurious ですから appearance. 他のところもこのようにコタクを使ってやることによって全体の見た感じ見た目がですね引き締まる、一つ一つがよりかっこよく豪華に見えるようになります。でここのところが高いわけですから当然これとこれの段差が出てくるわけですね。変化が出てきます。ここに空間が出てきます。これあまりないですね、変化がね。やや同じ高さですね。ですからここもですね少し高いものを使うことによって高さの変化が出てきます。それから同じように先ほどの3点飾りと同じようにこれが皆さんの方から見ると左に向かってます。ですからこちらに向いているものをこちらで受け止めてやる。ここで一つの席になります。これで全体でいくとこれだけの大きさになりますからこちらもですねやはり少しね強めのちょっと大きめのしっかりとしたもので飾ってやることによって力があるものを飾ってやることによってこちらのものを受け止める力があるようなものこういったものをちょっと飾ってやるといいですね。心拍というのはだいたい1年を通じて、結構飾り付けはできますね。でこのもみじさっき3点飾りで使いましたけれども落葉樹です。冬も葉っぱがなくなりまして非常に冬の形もいいですね。でも今新緑の時期です。ちょうどこの季節には非常にいい感じですね。ですからこの時期であれば心拍がダメじゃないんですけども心拍でもいいんですけどもすごくこう新緑のすがすがしい綺麗な時期ですからねこういったものを飾ってやると非常にいいですね。でここのところまあ当然圏外ですから空間があっていいんですけれどもこの状態ではなんか離れすぎてますね。ですからこういう状態にする。なんかくっつきすぎてここが狭くなってしまいます。そのために離して空間を作って身近にある庭にあるこういった下草を置いてやることによって全体のバランス間の間の空間のバランスこれが良くなりますね。というような感じでですね、短い時間で、難しさもあったかもしれませんけれども、ぜひですね、ご自分で持っておられる盆栽がありましたらですねこのような飾りというのは7つを使った盆栽の7つを使った飾り方というのはね大変難しさもありますけれども楽しさもあります。ですから最初にやった2点飾りとか3点飾り
そういった、飾り方がねできれば、ぜひ皆さんもですね、お客さんが来られた時にでもちょっと一つね飾ってみていただけるといいのかなと、楽しいのかなと、お客さんも喜んでくれると思いますね。もしね、もし、草、こういった身近な季節の山草しかないよという方はですね、玄関の下駄箱の上、ね、あるいはリビング、テレビの上、こういったものをポツンと置いていただくだけでもね、すごく心が和みますね。こういったのもぜひ、難しくありませんからね、こういう形でやっていただけるといいのかなと思いますね。なかなかこういった小道具ね、持ってられない方多いと思いますけれども、ちっちゃな座布団の上とか、あるいはきれいな紙の上ですとか、きれいな布の上とか、そういうところにちょっとね飾ってやっても非常にこうきれいに、見れますのでね、ぜひやっていただければなと思います。毎年1月にはですね、京都でですね、画風展という商品盆栽専門の日本一大きな展覧会が京都で開催されます。毎年1月にやっております。43年続いております。ぜひ、ニュースか何かでね、また、ホームページなどで見ていただいてですね、ぜひ、来年1月にはですね、画風展京都の方へ足を運んでいただければなと思います。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。